はいどうも、いつきんです。本日の動画は皆さんご存知の通り、ベニマルピックアップが来ておりまして、もうね、引いてない人多分いないと思うんですけど、このキャラはまだもし引いてない人がいたら絶対に引いてくださいということで、そちらをね、紹介したいので、本日も動画を撮っております。で、何がやばいかと言われるとですね、ベニマル本体もやばいんですけど、こちら、ベニマルの刀ですね。こちらも貫突すると免疫を 100% でつけて攻撃力アップもつけるっていうことで、今まで出ていた異物の中でもトップクラスに強い異物になっているので、できれば貫突したいかなと。なかなかね、出ない人も多いと思うんですけど、僕は一応貫突、できましたので、使ってみたんですけど、やっぱり強い。ベニマル以外にも使えるので、最悪ね、ベニマルがこう環境的に使えなくなっても、この異物っていうのは絶対に腐ることがないので、できる限りこのベニマルの刀を狙っていってほしいなと思います。僕はですね、もうこれのために課金久々にもう全突破しましたので、もう資産が全くない状態なんですが、それだけの価値はありましたので、皆さんぜひね、ベニマル引いてみてください。はい、それではまずビルド紹介なんですが、今回使ったのは連携セット、最近ねハマってるんでこれを使ってるんですけど、理由としては多重結界貼れない場合でも、連携によってこのスキル1でね投資を獲得していこうという感じです。なんで闘技場とかだったらもう普通にね破滅セットとかもうスピードセットとかでいいと思います。とにかく火力を上げて、一気にね倒した方が闘技場とかだったら使いやすいと思うので、そちらもね試してみてください。で、スピードに関しては今ちょっと遅くしてるんですけど、今回動画では2種類、使っています。で1つがこの今つけてるやつで、もう1つがこれですね。なんで、僕が使ったスピードでは160、200、250なんですけど、今回紹介するのは160と200のスピード帯で、使ってます。で闘技場だとあんまり速すぎるとちょっと不都合もあったので、いっそね遅くしたりしたんですけど、遅くする場合は僕は、この生命つけてるんですけど、ここ攻撃とかにして火力ガン上げで相手一気に殲滅するっていう形の方がいいと思います。はい、そしてスキルなんですが、倍率をですね見ていきたいと思います。ベニマルのスキル3単体攻撃なんですが、単体攻撃で強い英雄というと闇レタとか闇テネとか、氷規制が、あると思うんですが、闇レタに関しては、倍率が 1.3 と1、闇テネは 1.8 と 0.95で規制の方が 1.6 と1なんですが、それに対してベニマルはなんと2と1ということで、めちゃくちゃ強いです。貫通がないので、闇レタとどっちが強いかって言われると、防御力次第なんですが、闇テネ規制あたりを超える倍率なんで、もう多重結界貼れなくても、普通にスキル3がめちゃくちゃ強いというスキルになっています。で、それに加えて、スキル2のヘルフレア全体攻撃ですね。こちらの倍率がですね、氷規制のスキルにこれが潜伏状態だったら同じくね防御力 60% 貫通でヘルフレアと似てるんですけど、規制のスキル2が、0.9 と1に対してベニマルは 1.2 と1なので、もう完全に上位互換、規制の上位互換の範囲攻撃が打てるんで、大体潜伏してる敵は全員ほふれるかなと思います。闇テネとかね一撃で倒すことができます。で他には光ライカが 0.9 と 0.9 で 80% 貫通。ただ 80% 貫通は対象のみなんで、光ライカだと闇手ね落とせなかったりすることがあったんですけど、ベニマルなら問題なく落とせます。であと分かりやすいので言うと闇ビルですかね。闇ビルのスキル3が 1.04 と 0.85 なんで、もうベニマルはこれだけでねめちゃくちゃ強いの分かると思います。もう倍率が月影よりも上で、さらに多重結界というバフも持ってるっていうことで、もう一番強いまである英雄になりました。はい、というわけで実際にねバトルを見てどんな感じの動きをするのかっていうのを見ていきたいと思います。はい、それではまず1戦目、ベニマルといえば命中力が 50% アップするということで、紹介動画でも説明した通り周に対しても 100% でヒットします。なのでこのように多重結界を張りましたら
命中率 50% のバフがつくので、そのまま周にぶつかりに行くと。そしてスキル3、これね火力めっちゃ高いんですよ。でその後にさらにヘルフレアを重ねて、これも命中率が上がっているので周に対してもダメージが出ると。はい、もうこの通りね、周は一瞬で葬り去ることができます。ただ注意してほしいのが、周を例えば一発目で倒さない場合は逆にねカウンターで倒されるっていう可能性もあるので、注意してください。もうやるならやりきるという方がいいと思います。はい、もうこんな感じで、もうルアに対しては本当に強い。もう闘技場はね、まず負けることはないんじゃないかなと思いますし、この多重結界が2ターンなので、次動くまでに、例えばベリアンの挑発であったり、シェナの命中ダウン挑発っていうのを全部ね、弾けるので、それもね、強いですね。状態異常に関しては全てかからないとなっているので、スキルターンも含めて、全てのね、状態異常を弾くことができます。はい、次は、追加ターンといえばこいつランですね。まあこいつもちょこちょこまた最近見始めてたので、それに対しても問題なくね出すことができます。はい、全ての状態異常を抵抗し、そして1人取っていくと、さらにヘルフレア。まあ1人で2回動いてるわけですから弱いわけがないと、いう話なんですが、この通りね一瞬で倒すことができると。悠久に循環する力が崩れた意志を呼び覚ますことでしょう。挑戦か受けてたと。そなたが傷つく。はい、そして追加ターン、こいつもですね、ルアに関してはですね、ちょっとね、違います。スキルターン延長がベニマルには入らないんですが、他のキャラクターには入ってしまうので、ここはね、火のリリアスと一緒に組ますのが一番安全だと思います。この通り、ベニマル自身は多重結界で弾きつつ、他のキャラクターはリリアスによってスキルターンを減少していくと。で、この光ライカと組ませることで、相手にベリアンいなければもう2人で4回動くんで、もうめちゃくちゃね強いですね。さあ倒して、もうあとはライカで厄介なやつを倒すと。いや、アタッカーが少なくても火力がもうさらに上がったので、すごい使いやすくなりました。はい、そしてルアに最近ポリティスを添えてるパターンが多くて、どういうことかっていうと、リリアスが飛行撃を使ってしまうので、ポリティスが絶対に起動してしまうっていう編成なんですね。なんですがベニマルがいれば、さあ飛行撃発動してポリティスが動いて上を取られてしまうんですが、ベニマルは多重結界によって弱体効果にならないので、ポリティスが動かれても全く問題がないというところも非常に強いですね。なのでベニマル自身は飛行撃使わないんですけど、他と組み合わせた時に飛行撃を使ってしまっても問題なく動けるような設計になっています。はい、あとは倒してもうほぼほぼゲームセットという形になります。はい、最後はスピードを抑えたビルドに変えたバージョンですね。このようにルアが動いて、多重結界で 40% 上がってしまうんですけど、スピードを抑えていればこちらのリリアスが先に動けると。これでですね、光リリアスで護衛を剥がして、あとは免疫とかもね張ってたら免疫も剥がして、その後ベニマルにつなげることができると
あとはカリナ以外に倒したい敵がいたりすると、こういう風にね、挑発で止めれるので、まあ、問題なく、相手のチェルミアから倒すことができると。はい、チェルミアもこの通り、スキル3から一気に倒すと、いう風にですね、使えるので、スピードを抑えても全然問題ないので、まあ、装備があんまないとか、ちょっといいのがないなっていう人はスピードを抑えても全然ありです。160ぐらいでも 40% アップで一気にね、上まで来れますので、さあ、あとは残りの火力で倒していくと。はい、というわけでいくつかね、パターンを見ていただきましたが、いかがだったでしょうか。もうとにかくベニマルはですね、幅広くステータスを決めれるので、こんなステータスどうっていうのがあれば、もう全然聞いてもらってもいいですし、まあ、どのステータスでも活躍するのは間違いないです。火力さえあれば、スピードに関しては、160でも200でも250でも300でも、まあ、とにかくね、全部強いと思うので、自分のね、持ってる装備で、一番強そうなのを選んでいくのがいいかなと。ちょっと僕もね、まだね、ただ迷ってるので、スピードをどの程度にするか、今のところ200と160と250の3つで使ったんですけど、闘技場だったら正直160でも全然構わない。200とかあってもちょっとオーバーしすぎるので、160ぐらいでもう火力をね、全ぶっ破してもいいと思います。破滅セットとかでもう火力全部火力にして、首、クリダメ、攻撃とかにして、一撃でね、葬り去る形でもいいと思いますし、RTA はちょっとまだ1回か2回ぐらいしかベニマル使えてないので、どのビルドが正解かはちょっとまだ分かってないので、ちょっと今晩ね、生放送の方でちょっといじっていきたいかなと思います。とりあえずこれでね、使っていこうかなと思います。あんまりクリーブしないんで、耐久寄りで、ちょっと使っていきたいので、連携出しつつヘルフレアいっぱい打つっていうビルドでいきたいと思います。はい、というわけで今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。